皆さんどうもこんにちは。今日もまたラジオを始めていきたいと思います。髪がこんなね、ちょっと濡れてるのは、さっき走ってきたからです。今日のテーマ、勉強はマラソンであり、マラソンは勉強であるっていうね、こういうテーマなんですけど、何が言いたいかっていうと、コツコツ継続すること、一日一日少しずつ前進していくことによって、最終的にはどこか遠いところに行き着くことができますよっていうことが今日のテーマなんですけれども、で今日の構成としては最初にお話したいのが私の人生についてです。まず私の人生の中で何かを継続してきた経験、そしてそれによって得たものについてお話したいと思います。でそして2つ目に、私が実際にフルマラソン、そしてウルトラマラソンを走ったんですけど、これらのレースを走ったことによって得た学びっていうところと、継続して勉強することとの共通点についてお話ししていきたいなというふうに思います。そして最後に皆さんに役に立つメッセージということをお伝えできたらなというふうに思います。特に私をフォローしてくださってる皆さんっていうのは、何かしら資格であったり、仕事での目標であったり、いろいろな目標に対して日々頑張っている方が多いかなというふうに思っているので、そういう日々コツコツ頑張っている方たちに向けて何か役に立つような経験、メッセージみたいなものをお伝えできたらなというふうに思っています。まず一つ目、私の人生で継続してきた経験っていうところをお話していきます。でこれ大きく分けて4つのフェーズに分けてお話したいと思います。まず第1フェーズが大学時代ですね。そして2つ目のフェーズが新卒コンサルとして働いてきた経験ですね。そして3つ目がイギリスの大学院で勉強した経験。そして4つ目、今ですね、英国の現地会社員として働いてきて継続して勉強していた経験というところをお話したいと思います。で、なんでいきなり大学から始まるかっていうと、私高校生くらいまではもう勉強とか本当に嫌いで、親から言われたから仕方なくやってたみたいなね、そういうね、根なし草みたいな人間だったんですよ。でその時の経験からどうやって大学以降ちゃんと勉強するようになったかっていうのは、また別のラジオでお話したいと思います。長くなるので。ということで、まずは大学時代のお話から始めたいと思います。はい、大学時代ですね、私はとにかく授業内外でひたすらに勉強していました。で授業で出た課題読書っていうのはもちろんなんですけど、それ以外にもいろいろと自分で小説を読んだりだとか、経済、経営学、いろんな本を読んだりと自主的に進んで勉強していました。あともちろん英語ですね。英語っていうのも自分でコツコツ勉強していました。で当時あんまりオンライン英会話っていうのが普及してない時代だったんですよ。なので私の英語勉強法っていうのは、ひたすら教科書だったり論文だったりっていうのを自分で見つけて引っ張ってきて、それらを読んだりとか、あとは YouTube ビデオを見ながら一人で英語の発音練習したりとか、聞く練習したりとかで、スピーキングに関しては自分で独り言を言いながら自分と話したりとかね、そういうことをやってました。比較的ね、安めのコストで英語を勉強してました。そんなにお金もなかったんでね。っていうところで、その当時思ってたのが、やっぱ周りが勉強していない中、特に日本の大学ってね、大学生全然勉強しないっていうのはもう有名だと思うんですけど、みんながね、サークルとか飲みサーとかね、その当時結構あったんですけど、そういうので遊んでる中、なんであやちゃんはなんかいつも図書館に行ってるのつまんない人だねみたいなね、そういう空気感だったんですよ。で、テスト前になったらなぜかノート見せてくれ要員としてね、借り出されるっていう謎の立ち位置ですごい寂しいなという思い出はあったんですけれども、当時英語圏に引っ越したい、とにかく日本から出たいっていうところがあったんで、ずっと勉強してました。しかしね、やっぱり実際に英語の上達とか、あとは読書をしたり知識を習得しようと思ってもね、なんでこんな自分頑張ってるんだろう、みんななんか遊びまくってるのになっていうモヤモヤした感情があった時期もありました。でもそれで得た結果としてなんですけど、授業を頑張ったことによって大学での成績っていうのは非常に良くって、英国の大学院に進学した際 GPA っていう、大学での成績ですね、それが非常に重要視されるんですけれども、大学時代に頑張ったおかげで GPA は難なくパスすることができて、大学院に進学する時もあんまり困らなかったという思い出があります。そして英語ですね、自分で一人でコツコツ頑張ってきたおかげで、気づいた時にはビジネスで通用するような英語力っていうのが身について、新卒でコンサルティング会社に入ったんですけれども、そこで基本的にはグローバルプロジェクトですね、多国籍多文化の人と働くような
なプロジェクトを中心に配置されるようになりました。ここで社会人での経験につながってくるんですけれども、社会人の時ももう基本的に平日の朝夜、そして土日っていうのはひたすらに引きこもって読書したりいろいろ勉強していました。何を勉強していたかっていうと、もうとにかく近くにね、結の森荒川っていうね、荒川区町屋にある図書館があるんですけれども、もうそこの図書館でひたすら本を借りまくる。もう私無料っていう言葉が大好きなんですけど、図書館っていうのは無料で本を借りれる、無料で知識を得られるんですよ。なんでもうこれを使い倒してやろうと思って、住民税払ってるしね。なんで結の森荒川に引きこもってひたすら本を読んでました。小説、哲学、経済学の本、もういろいろ読みまくってました。もう本当結の森荒川さんマジでありがとう。夏はね無料のクーラーも使えるしね。はい。なんで皆さん図書館に行きましょうね。それはいいとして、でも周りっていうのはもちろんその中で遊んでるんですよ。そこそこにお金を稼いでる新卒のコンサルの若い子たちがね、土日に引きこもって勉強なんてするわけないんですよ、基本的には。なんで同期の子たちっていうのはすごい遊んでたなっていう印象がありますね。はい。平日もよく飲みに行ってる人もいましたし、土日はなんかみんなでパーティーとかやってたな。当時インスタグラムとかやってたんでね、そういうの見てて、ああそうなんだ、なんかキラキラしてるなとか思って、私は結の森荒川でね、みんなが遊んでる光景をインスタグラムを通じて見てたんですけど、そうやって周りが遊んでる中でこうやっぱ勉強するっていうのは辛いものがありました。確かに勉強はしてるんだけど、自分が確かに哲学とか経済学とかそういうセオリーを勉強していく中で、こう自分が賢くなったっていうような実感っていうのはそこまで湧かないんですよね、正直。なんか確かに知識は増えた気がする。だから何っていうようなところをね、感じていた時期がありました。ただね、振り返ってみたら、そういう風に政治哲学の本を結の森荒川で読み漁ってた時代があったからこそね、イギリスの大学院で経済学を勉強するっていうことができたんですよ。もうそこで興味が育ったことによって、大学院で経済学やりたいなっていう気持ちになって、でさらにGRE とかね、みんなが遊んでいる中で勉強して大学院に応募して受かって、で結果的にはイギリスの大学院で修士号を取ることができましたっていうような背景があるんで、これも継続したことによって何かを得たっていうことの事例だというふうに思っております。そして大学院に入った第3フェーズですね。イギリスの大学院に入りました。でもね、イギリスの大学院結構きついんですよ、これ。とにかくひたすら授業の課題をこなすっていうね、それだけで大変でした。毎日家か大学院の図書館に引きこもってひたすらに論文を読んだり本を読んだり課題をやったりで、課題っていうのは R っていうプログラミングツールとね格闘して計量経済学の問題を解いたりとかで、もしくはエッセイ資料を読み込んでエッセイを書いたりとか、そういうようなことをずっとやってました。大学院で勉強してる時は確かに楽しいんだけどね、こんなきついことやって将来なんかいいことあるのかなみたいなことを思ってた時期も正直言ってありました。でもやっぱり自分が好きで始めたことだからちゃんと続けることはできましたと。でね、こういう風にきついなと思いながらやってた大学院なんですけれども、それによって得たものとしては、やっぱり大学院でしっかりと計量経済学だったり数学っていうのをやってきたことによって、今私が働いている会社ですね、そこの採用面接の時にあなたはこういうスキルがあるんだねと、統計とか計量経済のことを理解しているし R っていうプログラミングツールもちゃんと理解してると、でさらに開発経済学に関する知識もあるんですねと。イギリスロンドンってめちゃくちゃ就活が厳しいんですよ。特に私みたいにね、就労ビザが必要な人間にとっては、もう会社にとってはコストでしかないんでね、なんで非常に厳しいものがあったんですけれども、なんとか就活面接をパスして今の会社に就職することができましたと。これは継続によって得た経験の一例ですと。でそして最後のフェーズ、社会人になってからのお話です。社会人になってから私は何をしていたでしょうか。皆さんずっとフォローしてくださってる方は分かってらっしゃると思うんですけど、はい、USCPA ですね。 USCPA をずっとやってました。10時間配信とか土日やってたと思うんですけど、20代後半とか30代とかの人間がロンドンで遊ばずに土日にずっと勉強しているっていうね、10時間配信とかいう意味不明なことをやってるみたいなね、そういう状況が続いてたと思うんですけれども、もうねひたすらきつかった。 USCPA はひたすらにきつかった自分でもやってる途中なんでこれやったんだっけみたいなってずっと思いながらやってました。でもやらないと前に進めないから、もうやるしかねえなと思って必死に毎日少しでいいからやろうみたいな感じでやってましたね。でそれで
得たものとしてはやっぱり USCPA 全科目合格しましたということでね、ライセンスまでちゃんと申請すれば私は米国の公認会計士として独占業務ができるわけなんですよ。さらにアメリカだけじゃなくって、このライセンスっていうのはオーストラリアとか、あとどこだろう、ニュージーランドとかもかな、確かそういうところでもライセンスの互換性があるんで、違う国に行って働くことができるっていうような選択肢っていうのが私に増えた結果となりましたよね。やっぱり最近いろんな国で戦争が起きたりとか、経済が不安定になったりとかするんで、こういろんな国で働いていける、生計を立てていける可能性っていうのをとにかく増やしておいた方がいいですよね、今の時代。その意味では USCPA のライセンスを持つことができるっていう権利は非常にありがたいものであると思います。なのできついと思ったんですけど、継続したことによって、この選択肢っていうのを得ることができましたと、そういう経験があります。ということで、私の第1フェーズ、大学生の時代から第4フェーズ、今の時代ですねのところまで、私が今まで継続してきた経験、そしてそれによって得たものをお話ししました。で、この4つのフェーズに共通することとしては、何かに取り組んでいる最中っていうのはもう非常にきつい、大変、もう成長の実感が全然わからん、自分がこんなにも頑張ってることが何につながってるのかっていうのがよくわからない、もう未来どうなってるんだろうっていう感情がなんかこうもやもや渦巻いてる。特に USCPA 大学院とか語学学習とかね、何年もかかってやるものではないですか。そういうものをやっている最中って、たとえ好きで始めたことであったとしても、こういう感情を持ってしまうっていうことは誰にでもあることだと思います。で、そこでこの2つ目のマラソンを走った時に感じたことっていうお題につながるんですけれども、マラソンを走ってる時にもう私は全く同じ感情を抱いてたんです。フルマラソンを走った時は 42.195 キロ、そしてウルトラマラソンを先日走った時は 84.4 キロですね。これらの距離を走ってる時に毎回感じていたことが、走っても全然進んでない、これ本当にゴールにたどり着くのみたいな、無理だよ、もう無理だよ、きつい。こんなに頑張って登ってるのに全然距離が進んでない、全然距離進んでないんですけど、ありえないくらいきつい。そういうことを感じてました。もうとにかくきつくって、足を一歩前に出すことで精一杯、もうそれだけしかできなかった。そういう停滞感を抱きながら、とにかく前に進むことだけに集中して、で気づいた時にはあれやっとゴール来たみたいな、感じだったんですよ。でここで私が思ったのが、勉強とマラソンって非常に似てるなっていうことなんですよ。私が勉強中に抱いていた感情とマラソンで抱いていた感情、停滞感、進歩が見えない、きついとか、でも足を前に出さないとどこにも行けませんよという状況で、振り返ると自分が実はなんか遥か遠くまで来てたじゃんみたいな、そこで味わう達成感ですよね。そういうところがマラソンと勉強っていうのは共通点が多いなというふうに思いました。でそこで皆さんへのメッセージなんですけど、勉強っていうのはマラソンなんですよ。何の役に立つか、全然進んでないじゃん、とてもきつい、それでいいんですよ。マラソンと一緒で、とにかく一歩一歩足を踏み出していくっていうことが重要なんですよ。一歩でいいから前に毎日進んでいく、それが勉強において重要なことだというふうに思います。で止まってもいいんですよ。例えばマラソンってエイドステーションとか給水所でちょっとだけ立ち止まってお水を飲んだりとか、エイドステーションで食べ物をパクパク食べてね、疲れたっていう風にちょっと座ったりして休憩したりしますと、立ち止まってもまた前に進むことができればそれでいいんですよと。でそのうちゴールに着きますよっていうところなんですよ。やっぱり人間の性質としてすぐに結果が見えない事柄っていうのはあまり楽しくない。だからこそすぐにドーパミンを得られる SNS とかに頼ってしまうんですけれども、でもやっぱりこう本当の達成感っていうのは自分が努力して何かを犠牲にして得た時によって初めて得られるものであるというふうに思ってます。犠牲っていうのは楽しい時間、みんながねパーティーとか飲み会とかやってる中で勉強する機会コスト的な意味でもそういう犠牲を払わなきゃいけない時がありますよね。そういう犠牲を払って努力してきたからこそ得られる達成感っていうのが本当に価値のある達成感だと
いうふうに思います。で、それはマラソンでも同じですよね。きつい中、リタイアせずにちゃんと 42.195 キロ走り続けるっていうところが達成感につながりますよね。はい、ということでマラソンは勉強であり、勉強はマラソンであるっていうところはあそこなんですけれども、でもう一つ皆さんにね、勘違いしてほしくないことがあるんですけれども、途中でやめてもいいですよっていうことなんです。継続することが大事だよ。で、継続していけばいつか目標は達成できるよっていう風にお話したんですけれども、その目標を達成するまでのプロセスが苦痛でしかない場合、または目指しているゴールがちょっと変わっちゃったなみたいなこともあるじゃないですか。そういう時はもう途中でリタイアしても大丈夫ですっていうことをお伝えしたいです。例えばマラソン中にね、もう怪我でどうしてももう足が動かなくなった、もう肉離れしちゃったとか、そういうレベルだとリタイアしますよね。あとは体調が悪くなっちゃってもう戻しちゃったとか、めまいがして倒れそうみたいな時に無理して走ったらダメじゃないですか。で、リタイアするっていうのがベストじゃないですか。それと同じで勉強も、資格試験のために勉強を始めたんだけど、自分にはもう全然必要がないことになってしまったみたいな状況があったりすると思うんですけど、そういう時はね、もう潔くリタイアするっていうことも大事だと思います。で、やっぱり皆さん的にはね、じゃあサンクコストかかっちゃうじゃんみたいなことを思ってしまうかもしれないんですけど、例えばマラソンだったらね、途中でリタイアしても少しでも綺麗な景色が見れたりとか、エイドステーションとかランナーの皆さんとか、そういう人たちと少しおしゃべりしてね、人とのつながりができたとか、初めて行く土地に来たことであったりとか、もしくは体調不良、怪我しちゃったことによって自分のペース管理とか体調管理っていうのがうまくできてなかったなみたいな、そういう気づきが得られたりとか、何かしらね得られるものがあります。それと同じで勉強でも、何かに挑戦しようとしたという事実、そして少しでも新しい知識を吸収したということ、そのように何かしら得られたものがあるはずなんですよ。そこから新しい挑戦、新しいゴールっていうのにつながっていくので、もし皆さんがね、今何か勉強しているんだけども本当に苦痛でしかない、これはもう私にとって全く役に立たないものになってしまったっていう場合は、潔くリタイアしても構いませんよっていうことを注意事項としてお伝えしておきたいと思います。はい、ということで本日は勉強はマラソンであり、マラソンは勉強であるっていうテーマでお伝えしてきたんですけれども、メッセージとしては、とにかく一歩でもいいので前進し続けることが重要ですよということ、そして途中で止まってもいいですよっていうことで、あなたが気づいた時には遠くまで来ていますよということです。マラソン中ね、きついと思ってても、後から振り返ってみたら、すごい距離走ってたみたいなこともありますし、勉強に関しては3年前、5年前の自分と比べてみた時に、自分実はめっちゃ成長してるじゃんみたいな感じられる時があると思うんですけれども、そういう風に継続することによってね、何か少しずつ達成していくことができますよというようなお話をしました。はい。ということでね、以上が私がマラソンを走ってみて、そして人生の中でいろんなものを継続して勉強してきたことによって得た経験を皆さんにシェアしました。で、冒頭でも申し上げたんですけれども、私のフォロワーさんは何かに対して必死に毎日頑張っている方々っていうのが多いかなというふうに思っているので、そのような皆さんが何かしらこの動画でちょっとは心が楽になるというか、頑張ってればいつかは何かを達成する日が来るんだなみたいな、もし達成しなくても学べるものがあるんだったらそれでいいんだなみたいな、そういうところを思っていただけたらいいかなというふうに思って今日はこのラジオを撮りました。最後まで見てくださった皆さん、どうもありがとうございました。またこういう感じでね、自分の経験だったりとか得たものっていうのをぺちゃくちゃ喋ったりするラジオを作っていきたいと思うので、興味がある方はぜひ次回も見てください。ということで、バイバイ。私のロンドン